スタート。錬金術師となるために避けては通れないのが魔法陣。この魔法陣は複数のテクニックを組み合わせて作られています。今回はそんなテクニックを中心に解説していきましょう。始まり。貫通トリガーに起動ショットをつけたやつ。ぐるぐる回りながらバランスよく球を出すことができます。重厚拡散で散らばらせるとこんな感じ。ぐちゃぐちゃですね。極度集中ライトなんかはバランスよく出した方が綺麗に見えると思います。お花みたいよね。重厚拡散版はカオス度マシマシ。ブーメランとの相性が悪かったり、寿命を伸ばしにくいのがデメリット。重なるのがちょっと難しいですね。毎度おなじみ、エブリアザーリフレッシュ。杖ループ後にトリガー部分をスキップすることで、後半だけ2回読みできるやつです。今回は、もっと豪勢に行きましょう。2回読みできる部分に、2つスパブを置いてみます。2プラス2は4ですので、4つスパボが発生します。ご利用し案。今度は、エンドポイントをスパボの間に置いてみましょう。発生するスパボが3つだけになりました。杖ループ後に読むスパボの数が減って、2プラス1が3になってるんですね。今回は三角形が主軸にあるため、この3回読みを利用した構成がメイン。トリプルエブリアザー。エブリアザーリフレッシュの派生テクニックです。3回エブリアザーを使うことで、杖ループ前後を柔軟に変化させられます。色だけ変更したい時とかにおすすめ。もちろん、放射物そのものを変更することもできます。他にも、アザワイズで2周目だけ読むみたいなのもありますが、今回は使っていません。次に紹介するテクニックは、角度固定。速度0のトリガーから出た球は、向きを下向きに固定できます。グリッターフィールドで速度を消すのがいつものやり方ですね。今回は動かす必要がないため、雷の輪にトリガーをつけるのもあり。どちらも忘れずに、ノッラスピッターを挟んでおきましょう。最後に紹介するのは、毎度おなじみ角度調整。変態と分割呪文を使ったり、プリケイトによる複製を使いましょう。見た目に限って言えば、これら2つは全く同じ効果ですね。11個のドリルを発射して、最後に1つ集中ライトを発射しているだけ。今回はご利用収入をするため、ここでの枠数節約は大切ですね。ということで、
テクニックの紹介は終わりです。ここからは、4つの杖をそれぞれ紹介していきましょう。とは言っても、詳しく仕組みを解説したりはしません。さっきしてもうたからな。ただ打ってみるだけです。どういうテクニックを使ってるのか、考えながら見るのも面白いかも。大きい演習。赤と青が交互に織りなす円は、終わりなき視線を表しとるで。博物館みたいな解説あるんだこれ。三角形。無機質な三角形は、技術のもたらした機械の口実さにそっくりやな。一説では、この3は、ノイタ神話の3つの卵に由来するとも言われとる。ぐるぐるー。異なる形状の渦が複数あることで、魔法のもたらした不均衡性が現れとるな。魔法の渦、自然の縁、そして技術との内接。3つの神をまとめ上げるのに、これ以上の杖はないと思うで。以上、お姉ちゃんによる魔法陣音声ガイドでした。今回のまとめに入ります。魔法陣をテーマに、3回複製の仕組みを紹介しました。角度をうまく調整しつつ、あなただけの魔法陣を作りましょう。偉大な錬金術師に一歩近づけるはずです。それでは、今回の動画を締めたいと思います。いつもご視聴、高評価、コメント、ありがとうございます。また、次の動画で会いましょう。